The city's Democratic mayor is facing backlash for thanking media partners. We're supposed to act independently. Well, they're not journalists, whoever those partners are. And then she thanks community members who have, quote unquote, chosen not to repost or share the footage out of respect for Irina's family. Cheryl, this is more than heartbreaking. It's disgusting. And we want more of that footage. We don't own it. But as you can tell, I've watched it all. It's about 8 minutes long. And what's in that video, we do need to see. We do need to know. Mainstream media almost no coverage of this stabbing. Stories on the deadly North Carolina stabbing, zero from the Associated Press, PBS, New York Times, National Public Radio, Wall Street Journal, BBC, Washington Post, Reuters, MSNBC, only one from CNN, and it's from today. 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、先日アメリカの列車内で起きましたとある事件の話題になります。皆さんの中にもね、すでにネットでこの事件知っているという方も多いんじゃないかなと思います。この列車内でウクライナの難民の女性がホームレスに害されるという事件が発生しました。で、これがですね、現在大きな人種間の問題にも発展してしまっておりまして、大変な騒ぎになってきてしまっているんですね。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんもね、この事件に関してはネットでね、ご覧になった方も多いんじゃないかなと思います。先日ですね、ウクライナ難民のイリーナ・ザルツカさんが、ここね、見えておりますが、この後ろにいます、ホームレスの通り魔に害されるという事件が発生しました。で、これはですね、その犯行の瞬間に至るまでの動画というのが、ネットでね、大変拡散されまして、とても話題になったんですね。で、実はですね、この話題に関してはブクタ、ちょっとね、内容が内容だっただけに取り上げる予定がなかったんですね。なんですが、これね、収録時点で、ブクタがね、当初言っていた通り、人種問題として、ステージが一つ進んだんですよ。で、現在大変なことになってるんですね。なので、今日は一体何が起きているのか、ちょっと一回ね、取り上げてみようと思いました。で、こちらですね、9月7日にブクタが投稿したものなんですが、内容が内容なので、動画にはしてませんが、ひどすぎたので、ノースカロライナ州のライトレール内で、ホームレスの男が23歳のウクライナ難民を二人の間には面識も会話もなく、突然後ろから襲撃されました。この男にはこれまで複数回の逮捕歴があり、14回とするメディアも、ここね、ソースは不確かとありますが、この時点ではですね、これを14回の逮捕歴がありますよと報じていたメディアが1社しかなかったんですね。で、ちょっとね、そのメディアも怪しかったんで、ここではね、不確かとしています。で、その時にね、出回った写真というのがね、こちらにリプランで貼ってくれているんですが、これだったんですね。なんですが、これね、ここ見てください。別人でしょ、ここだけ。つまりここね、7回で計14回と言っているんですが、ここが別人だったため、ちょっとね、僕たこの時点で怪しいなと思っていまして、ここではね、ソースは不確かですよと言っていたんですが、これですね、後に AP が14回と報じまして、どうやらね、これ、本当だったようですね。14回の逮捕歴がありましたと。やばいでしょ、これ。つまり14回釈放になってるということです。そしてここですね。そんな中、シャーロットの首相が声明を発表。被害者の名前は挙げずに、ホームレスやメンタルヘルスの問題は逮捕で解決できないと強調し、大きな批判を浴びています。今回の犯人は体内の人工的に作られた物質が自分をコントロールしていると主張しています。ということで、この犯人というのはですね、精神疾患を抱えていると言われておりまして、この時にね、現場となったこの市長が、さもね、私はこういった人たちを逮捕しませんよと、このように聞こえる声明を出してしまったため、大炎上したんですね。ちょっと後ほどこれ触れますね。そしてここですよ。現在こういった人物に背中を向けることすら危険であること、加害者と被害者の人種が逆だと、メディアの報じ方が全く違うこと、大きな人種的問題に発展していきそうなほど議論が激化しています。ということで、この最後の部分ですね。人種的な問題として議論が激化していきそうだというのが、この3日後、これ収録時点で今日なんですが、実際に起きるという形になりました。シャーロットの列車内でウクライナ人女性を害した事件で、男が連邦罪に問われる。米司法省は火曜日、先月、ノースカロライナ州の通勤列車内で、ウクライナ・レフュジーを死したとされる男を、死刑が適用される可能性のある連邦犯罪で起訴したと発表した。ということで、こちらですね、refugee とあります。こちらが本日のキーワードになります。refugee。政治的、宗教的、経済的な理由や戦争のために自国から逃亡した人。ということでね、こちらの refugee というのは、難民という意味になります。最近ね、何かと話題になっております。移民は、イミグラントとかね、マイグラントというように言いますが、よくね、並べて語られますよね。こちらは難民という意味になります。こちら発音ね、refuge ではなくって、refugee なので気をつけてくださいね。ということで、こちらは、米司法省は火曜日、先月、ノースカロライナ州の通勤列車内で、ウクライナ難民を死
したとされる男を死刑が適用される可能性のある連邦犯罪で起訴したと発表した。この起訴はこちらありますね。14回の逮捕歴がありながらリカーロス・ブラウン・ジュニアがなぜ街を自由に歩けていたのかという疑問が高まる中で行われた。この事件はシャーロットのような都市が交通機関の安全対策に十分対応できているのかをめぐる議論の最新の焦点となっている。トランプ政権はこの事件は民主党主導の都市における地元リーダーや判事、そして政策が住民を犯罪から守れていないことを示していると主張している。ということでですね、この事件はね、非常に政治色の強い議論に現在発展しておりまして、ちょっとね、この背景ご説明しますと、それがね、こちらになるんですね。ブラウンは犯罪歴と精神疾患のあるホームレスで、最近の逮捕後も、ここね、キャッシュレスベイルとあります。キャッシュレスベイルで保釈されていたという。ということでね、このベイルというのは保釈とか保釈金の意味です。つまり、これがキャッシュレス。ね、皆さん、わかりますか？つまり、保釈にお金いりませんよ。保釈金いりませんよ。こういうシステムです。これがあるんですよ、実際。つまりね、出廷を約束する書面に、ピピッとね、サインをするだけで保釈されちゃうと。で、これに関しましてはですね、こちらになりますが、これホワイトハウスですね。キャッシュレスベイルとありますね。今年の8月になるんですが、トランプ大統領は、これを採用している区域に関しては、連邦資金の拠出を停止しろと、こういった大統領令というのを発令しています。そのくらい問題のある制度だと、トランプ政権は見ているわけですね。じゃあこれをね、現場となったシャーロットに導入したのは誰だったのか、ここで出てくるのが、僕たもね、先ほどポストしていました。この市長なんですよ。シャーロット市の民主党系市長。5期目を目指す中で、列車内の事件をめぐる反発に直面。ライルズ市長は近年、左傾化が進んでいるノースカロライナ州最大都市、シャーロットを率いるための民主党予備選挙で圧倒的優位に立っている。しかし今回の事件では、トランプ氏が犯罪に厳しく対処する選挙キャンペーンを展開する追い風となっており、彼は政治的ライバルが支配する都市や州を掌握しようとしている。記録によるとこの容疑者は10年以上にわたり刑事司法制度を出たり入ったりしてきたことが分かっている。メクレンバーグ郡で、これシャーロット市があるところですね。14件の前科があり、その中には凶器を使った強盗で5年間服役した経歴も含まれている。8月22日、この事件とブラウンの逮捕を受けて、ライルズ市長は声明で次のように述べた。このような悲劇的な事件は、私たちの地域社会で根本的な原因にどう対処しているかを見直すきっかけにするべきです。ホームレスや精神疾患といった問題は、逮捕を繰り返すだけでは決して解決できません。で、先ほども読みましたが、この逮捕と釈放に関しては、長年にわたって繰り返されているんですね。つまり、民主党と共和党をまたいでるんですよ。民主党政権下のみで起こったことではないんですが、最新の釈放がですね、今年の初めに起きていて、これがキャッシュレスベイルで釈放されていたため、今回この発言とともに大変問題視されていると。で、これに関してはね、イーロン・マスクも反応しました。今回の犯罪を可能にした検事や判事の名前を公表し、法を変えるべきだと訴える。ということでね、それがこちらのポストになるんですが、法律を変えよう。それまでは、これを可能にしている地方検事や判事の名前を公表して晒し上げるべきだ。特にそうした検事や判事の選挙キャンペーンに資金を提供した連中を晒し上げろ。それが一番大きな効果を生む。で、この事件発生以来ですね、この件に関してね、メインストリームメディアが報道しなすぎだろと言われていたんですね。もしですよ、この人種が逆だった場合、もうメディアは大騒ぎしていただろうと、このようにネットでは言われておりまして、国民の鬱憤が溜まっていくんですね。で、実際これに関してはですね、トランプ政権の報道官も言及しておりまして、キャロライン・リービットが事件について報じなかった全ての記者について言及。この部屋にいる多くのジャーナリストは、ニューヨークで錯乱した男から地下鉄車両を守ろうとしたダニエル・ペニーの件では散々紙面を割いたくせにと。それがね、こちらでこれもね、有名な事件なんですが、BBC ジャパンです。アメリカ・ニューヨーク市の地下鉄車内で叫び声を上げていた黒人男性を暴させたとして、元米海兵隊員の男が12日、過失致死罪で起訴された。白人のダニエル・ペニー被告は5月1日、地下鉄車内で大声を出し続けていた黒人のジョーダン・ニーリー氏を床に押さえつけ、チョークホールドを行った。すごいでしょ、BBC ジャパン。加害者は白人でした。被害者は黒人でした。わざわざ言及するんですね。ニーリー氏はホームレスで、目撃者の話によると、地下鉄の乗客に向かって怒鳴り、金銭を要求していたという。車内で意識を失ったニーリー氏は、搬送先の病院で棒が確認されたと。で、この時はですね、メディアを挙げて大きく取り上げたんですね。つまりここでは人種が逆になったら、君たち何も言わないんだねと。このようなことを言ってるわけですね。And perhaps most shamefully of all, the majority of the media, many outlets in this room, decided that her murder was not worth reporting on originally because it does not fit a preferred narrative. Many of the journalists in this room spilled plenty of ink trying to smear Daniel Penny for defending a subway car from a deranged lunatic in New York City, but none of those same reporters lift a finger to write stories about an actual
murderer. でね、こういった流れを受けまして、現在ですね、国民感情が爆発しているというような状態になってしまいまして、X ではこれちょっと詳しく見せられないんですが、これまで公開されていた動画の後ですね、その犯行の瞬間、そしてその後、動画すべて公開されています。ウクライナ難民イリーナ・ザルツカー、列車内で致命的な攻撃を受けた時の恐怖に満ちた表情、彼女の最後の瞬間が明らかに。ということでちょっとね、これ見ませんが、現在このようになってるんですね。で、この時の動画にはですね、とある人物の音声も入ってるんですね。同乗していた乗客のものとみられる声がこう言っている。彼が白人の女をやった。ということで、ここではね、He got a white girl。このような声が実際入っていると言われています。この音声ね、非常に不鮮明なんですが、プクタにもね、そう言われてみれば、He と言ってるように聞こえなくはないんですね。言われてみればね。そうするとこれというのは、この犯人ではない、他の乗客の声だということになりますよね。これについては、ニューヨークポストの見解になるんですが、これね、よく聞いてみろ。犯人が、I got the white girl。ここね、He が、I になってるんですよ。つまり乗客ではなくって犯人の言葉として拡散されてるんですね。もし本当にそうならこれは反白人のヘイトクライムだ。だからこそこれを必死に隠そうとしているんだ。というような形で拡散されているんですね。これね、I と He では全然文脈変わってきてしまうでしょう。I の場合は犯人がその意思で白人を狙ったということになってしまいます。今このように拡散されてるんですよ。でね、音声というのが本当に不鮮明なんで、実際なんて言っているかというのはプクタもね、確証が持てません。で、ちょっとね、これについてはニキたちに聞こうと思ってね、プクタ X の方で尋ねてみたんですが、この動画というのはね、I と言ってますか He と言ってますか、このように聞いたところ、チーフさんはね、自分には We と聞こえると。そしてこの下ね、この方ね、アムロアイコンですが、イングリッシュスピーカーですね。ネイティブの英語スピーカーであっても、彼の言っていることを理解するのはほとんど不可能です。41秒あたりで手を見ながら、自分がね、出血してると、このように言ってるように聞こえることから、おそらく彼の声だと思います。ということで、あの場面でね、主語というのは何て言ってるかわからないけども、その後の発言から、やっぱりこの声というのは犯人の声なんじゃないかと。でね、こちら、モクレンさん、こんなポストをね、シェアしていただきまして、これね、編集ソフト上で人の声を抽出してるんですね。つまりノイズを消しているんですが、これだとね、ここ見えておりますが、Just got the white girl。そして二言目ですね。Got the white girl。このように聞こえますよと。で、最初の方なんですが、ここですね。これね、プクタも編集ソフトを使うんでわかるんですが、これね、主語がないでしょ。これは、そもそも話してないのか、それとも話しているけど、入力が低すぎてね、ノイズを消した時に一切なくなってしまっているのか、いずれにせよこれわからないんですね。と、このように実際ね、何を言っているのかというのが、はっきりとはわからない中、現在これがメディアは He と報じる一方、このようにね、ネットではI と言っているとして割れていると。もしこれが後者だった場合、何かが爆発するというのは目に見えているので、今ね、ガソリンが充満している部屋の中で、ライターカチカチやってるような状態、このくらいの緊張感の中にあるということなんです。こちらね、引用見てみますと、すでにね、イーロン・マスク言いまして、ヘイトクライムだと断言してますね。これを可能にした悪魔的なシステム、実際の悪魔のような犯行、そして周囲にいた人々の邪悪なまでの無関心、全てが信じがたい。もしここで描かれている人種が逆だったなら、世界がこの事件で立ち止まっていただろう。これは本当に恐ろしい事件だが、どれほど事態が悪化しているかを人々に警告するために公開される必要がある動画だ。ウクライナ戦争から逃れてきたこの不運な女性は、仕事帰りに列車で完全な無差別攻撃を受けた。しかし、ジョージ・フロイドの時の方が世間はもっと大騒ぎしていた。おそらくこの10年間、メディアが白人をあらゆる悪の根源として語り続けてきたことが、一部の黒人に白人を攻撃しても許される、むしろ正当だと感じさせる一因になっているのかもしれない。もう正直なところ何を言えばいいのかわからない。ただ、人種間の争いが激化する未来を恐れている。寛容さがどんどん失われていくのが見える。そして自警団が増えていくのではないかと感じている。CNN は犯人の側に立った。彼らはこの襲撃を過小評価し、人種差別だと非難する人々を非難。さらに犯人が白人の女をやったと自慢している音声については完全に無視した。はい、ということで本日はですね、先日アメリカのノースカロライナ州の列車内で発生しましたとある事件が現在人種間の問題として拡散し、その議論が大変エスカレートしているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今日はね、ちょっと内容が内容だけに、YouTube で可能と思われる範囲内でなんとかちょっとね、まとめてみたんですが、伝わりましたかね。で、今回のようにですね、釈放されたがゆえにさらなる重大な被害者が出るというのは、日本でもね、結構聞く話じゃないですか。皆さんもね、これについては様々なご意見あるんじゃないかなと思いますが、ぜひね、そのあたりも聞かせていただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。